はい、今回も友人のもので14年モデルのカルカッタコンクエストです。中古で入手したみたいです。動作に問題はないのですが、内部は見なければよかったと思うほどでした。購入価格を聞いたら非常に安かったので、価格を考えれば販売店はよく見極めている印象を受けます。早々に分解していきます。ここのナットの状態からすでにやばい気がしました。まずやたら緩いです。そしてズタズタです。ここのナットは簡単に舐めたりはしません。ハンドルの奥に入っているので取りづらいのは確かですが、適当に扱った証拠です。グリップの溝が汚いですね。ここは洗浄すればいいだけです。このモデルのコンクエストのスプールにはベアリングが入ってないようです。個人的にはない方がメンテナンスが楽でいいです。ここが少し錆びてます。機能的な影響はないと思いますが、後ほど磨いておきます。先ほどのナットの状態を考えれば驚かないですが、あらゆるビスの頭部がズタズタです。販売店はこの状態から刺したんだと思います。もう全部と言っていいほどビスの頭部にダメージがあります。しかも全部締め付けトルクが緩いです。その理由は後から分かりました。グリスが多いですね。多い分には故障につながりにくいですが、さすがに多すぎる気がします。そしてかなり汚いです。レベルワインドは初めて見る設計でした。結構分解がめんどくさいです。結局細かく分解するのは諦めました。何が落ちたのかと思ったらクラッチのプレートの部品の一部です。私が割ってしまったのかと思ったのですが、接着剤が付着してます。予測としては締め付けの際にオーバートルクで割ってしまったので、接着剤でつけたのでしょう。おかげで取れてしまいました。ビスが緩かったのもこれが原因です。ネタとしては最高ですけどね。この接着剤は他にも影響してました。
プレートが全然取れません。割れそうなぐらいの力で持ち上げているのですが外れないです。ピンセットの先端が曲がるほどです。最終的に時計の裏蓋を開ける工具でなんとか取りましたが、まさかのプレートが貼り付いてました。ボディに接着されてます。なぜここに接着剤を塗布したのでしょうか。関係ない部分にも接着剤が付着した跡がありました。ボディに残った樹脂は削って取れそうなので、とりあえず洗浄します。動画では見えにくいですが、接着剤が点々とついてます。もうめちゃくちゃですね。プレートはさすがに部品交換を考えましたが、どうせなら再利用してみることにして、エポキシ接着剤でガチガチにしました。ボディに癒着していた樹脂は一生懸命削りました。とりあえず使えそうですが、関係ない場所のネジ穴が相当緩いです。以前分解した方が全体的にオーバートルクだったことが伺えます。これは私のミスですが、接着剤を少々盛りすぎたため部品が干渉しました。干渉する部分は削って整えます。普通に面倒なので素直に部品交換した方が良かったとも思いましたが、諦めません。もともとバイクや車のレストアが趣味だったので、再利用できる可能性があるなら何とかします。やっぱりここはいい状態ではないです。強く締めると完全にダメになりそうです。すべてのタップがそうでした。材質が ABS かジュラコンか分かりませんが、ヘリサートが入ってない樹脂のタップは注意が必要です。心配な部分なので何度も動作チェックします。塗装とベアリング追加以外でここまで加工したリールは初めてですね。心配ですが、何があっても大きな問題にはならないでしょうが、もし動作に問題が出たら部品の寿命と捉えるしかないです。このコンクエストのレベルワインドの組み立てはかなり面倒でした。なんだかんだで私もグリスが多くなってしまったので、余分な分は拭き取ります。実はこのギアのメンテナンス用の窓みたいな部品も補修跡があります。
実際にこの補修跡から割れてしまいましたので、ここもエポキシ接着剤で補強しました。このナットはソケットタイプかオフセットされたレンチで締めるのが正しいです。とりあえずお金はかけずに普通に使えるものになりました。ドラグ性能も巻き心地も問題なしです。実は5回ぐらい分解しましたけどね。ただ10年前のリールですので微妙にノイズが気になります。そもそもノイズはゼロにならないですが、手持ちのロキサーニやアルデバランと比べると結構違いを感じてしまいます。動画では聞こえにくいと思いますが、直接聞くと結構差が出てます。気にしすぎですかね。巻き心地とかは全然コンクエストの方がいいですが、音が気になります。古いリールなのに部品交換してないですし、メタルボディなので仕方がないと考えます。スプールも良くもあるし、キャストもしてみましたが、音はこんなもんかなって感じでした。でもやっぱり少し気になりますので、次にメンテの機会があれば、修正したプレートやギアなど全部交換か別のリールに買い替えるかですね。